今回の登場人物は埼玉県蕨市に住む21歳 S さんと東京都葛飾区に住む20歳 M さんです。2人は秩父三山、両神山へ行くことになりました。登山計画、日向大谷の両神神社から入山。清滝小屋を経由して両神山山頂へ向かいます。帰りは白井佐へ、その後はバスに乗り、19時半頃に秩父線のみ積峰口駅へ戻り帰宅するという日帰り登攀計画でした。両神山は埼玉県秩父郡小鹿野町と秩父市の境目にあります。標高は1723メートル。山岳信仰の霊峰であり、大正3年まで女人禁制だったという日本百名山の一つです。両神山の主な登山ルートは3つあります。1つ目のルートは上級者向けの八丁尾根コース。このコースは険しい鎖場などがあり、滑落事故も多発しています。難易度は高く登山技術と知識が必要とされるコースです。2つ目のルートは鎖場が少ない日向大谷コース。表登山道または表参道とも呼ばれています。このコースは登山の楽しさを体感できるメインルートとして人気です。そして3つ目のルートは初級者向けの白井佐新道コース。登山道が整備されているのが特徴で、最短で両神山を目指すことができるため、初級者に人気のコースとなっています。今回は日向大谷コースを登り、白井佐新道コースで下山する予定です。1962年11月26日。1日目、午前7時頃、S さんと M さんは計画通り、日向大谷の両神神社から入山しました。11月の両神山山頂の最高気温は約6度。最低気温はマイナス4度になるようですが、日帰り登山ということもあり、2人は軽装だったそうです。10時頃、順調に清滝小屋前を通過し、無事に両神山の山頂に到着。両神山の山頂から眺める景色はとても素晴らしいですが、スペースが狭いため残念ながら長居をすることができません。そのため昼食を別の場所で取ったと考えられます。その後、下山し始めた2人は白井佐新道に差し掛かります。しかし、ここで2人は悪夢への入り口となる大きなミスを犯してしまいます。なんと白井佐付近で予定していたコースを外れ、いつの間にか中堀方面へ向かうコースに入り込んでしまっていたのです。すぐに間違いに気づいて引き返そうとしますが、来た道もわからないまま、2人はさまよい続けてしまいます。16時30分頃、なんと正しいルートに戻れないまま日没を迎えてしまいました。こうして2人は急遽ビバークしなければいけない状態になりました。しかし2人の装備は日帰り登山なので、食べ物や飲み物などはほとんどなく、ビバークするためのテントや寝袋なども持っていません。しかも11月の両神山山頂の最低気温はマイナス4度ほどまで下がります。11月27日、2日目、猛烈な寒さの中でのビバークでしたが、S さんと M さんはなんとか朝を迎えることができました。この時点で2人はかなり体力を奪われてしまっていたことが想像できます。M ちゃん、食べ物か飲み物って残ってる？いや、それが実はもう全部なくなっちゃったんだ。実は私ももう何も残ってないの。なんとしてでも今日帰らないとだね。とにかく頑張って下山しよう。こうして2人は飲まず食わずの状態で気力を振り絞り歩き始めました。しかし、いくら歩いても下山ルートを見つけることができず、この日も日没を迎えてしまったのです。こうして2人はまたしても極寒の2日目の夜を凍えながら過ごすこととなりました。11月28日、3日目、S さんと M さんは、この日もなんとか朝を迎えることができました。今日こそ下山しようと昨日から飲まず食わずの状況のまま、ひたすら歩き続けます。2人は自分がどこにいるのか、方向感覚もわからないままさまよい続けます。一方、捜索願いが出された日時は不明ですが、この日は地元の山岳会員と警察署員たち約50人により、捜索活動が始まります。もちろん2人はその場所がどこかは分かっていません。16時半頃、なんとここでこの日も日が暮れてしまったため、またしてもビバークを余儀なくされます。これでなんと3日目のビバークとなってしまいました。飲まず食わずで歩き続けた上に、マイナス4度近い気温の中でのビバークが続いたため、S さんと M さんの体力も限界に近づいていました。11月29日、4日目、2人はなんとか朝を迎えることができましたが、さらに最悪の出来事が2人を襲います。
なんと11月には珍しく雪が降ってきたのです。さらに連日の道迷いの疲労と食料なしビバークの影響で、S さんの体力が限界を迎えてしまいました。M ちゃんごめん。私もうダメ。これ以上動けない。S ちゃん元気出して。私が必ず助けを呼んでくるから。S ちゃんはここで待っててね。まだ比較的に元気だった M さんが清滝小屋助けを求めに行きます。しかし、どれだけ歩いても清滝小屋への道がわからず、山中をさまよい続けることになりました。そして M さんにもついに体力の限界が訪れます。私、もうダメだ。S ちゃんごめんね。なんとか S ちゃんのところまで戻ろう。M さんは S さんのいる場所に戻ろうとしますが、あともう少しというところで、大木の下で倒れてしまいました。11時頃、両神山山頂付近を捜索していた地元山岳会員の3人の捜索隊が、滝村中堀コースの大峠付近で、何かが聞こえることに気がつきます。捜索隊3人が耳を澄まして聞いてみると、S ちゃん聞こえる？ M ちゃん、私はここだよ。それはなんと2人がお互いを呼びかけ合っている声でした。捜索隊は急いで声がする方向へ向かいます。すると岩陰の下で仮死状態で倒れている S さんを発見しました。13時40分頃、付近を懸命に探し続けた結果、北側の尾根の大木の下で、雪にうずもれて倒れ瀕死状態になっている M さんを発見。捜索隊はすぐに無線で捜索本部に連絡し、応援を要請しました。捜索本部は十数人を現場に送り込みます。現場の捜索隊は S さんを担架に乗せ山を降り始めます。その途中で応援に来た捜索隊と合流し M さんがいる場所を伝達。そして17時頃 S さんは白いザス小屋に収容され、その2時間後の19時頃に M さんも収容されました。2人は山小屋に待機していた医師から手当てを受けます。発見された S さんと M さんはひどく疲れ切った状態で、軽度の凍傷を負っていましたが奇跡的に命に別状はありませんでした。S さんの父親は、地元の山岳会や警察の方たちが山小屋に泊まり、連日娘を探してくれたことを考えると、私たちは一睡もできませんでした。今回の遭難で娘たちも山がどれほど恐ろしいものかということを、よく理解できたと思います。これからは無茶な山登りは絶対に避けるよう強く言い聞かせるつもりです。この度は世間をお騒がせして誠に申し訳ございませんでした。と深々と頭を下げました。また地元警察署長は、秩父の山はもう完全に冬山となっています。気象も考えず軽装で登山をすることは自分の命を捨てるような行為です。登山は十分な装備を用意して計画もしっかり立てた上で実行していただくよう、登山者の方々にお願いしたいです。と語りました。警察庁の発表によると山における遭難事故の原因は、約4割が道迷いとなっています。道迷い遭難は下山時に起きやすいとも言われており、その原因は下山時に疲労が溜まって、注意力が低下してしまうからだそうです。さらには早く下山したいという気持ちから、分岐地点を誤って進んでしまいやすい状態になるのだそうです。今回2人は奇跡的に助かりましたが、20歳と21歳という若さがなかったら、結果は全く違うものになっていた可能性が高いと思われます。たとえ日帰り登山であったとしても冬山に適した装備をすることが重要です。また、もしもに備えてビバーク用のチルトや防寒具、ヘッドライトなども常備しておきたいところです。さらに地図やコンパスで細かくルートや現在地を確認することも、道迷い遭難を防ぐために重要な行動です。もし事前に登山計画書を提出し、十分な装備ができていれば、発見されやすい場所に留まって救助を待つという選択肢もあります。緊急時に一つでも多くの選択肢を持つためにも、事前の準備と計画がとても大切だと気づかせてくれる事例でした。今回は1962年11月に起きた両神山遭難事故をご紹介しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録いただけたら嬉しいです。